こんにちは。今回の動画では何をやっても続かなかった私が継続できるようになったたった一つのコツをお伝えします。今まで何をしても続かなかった私がミニマリズムを取り入れるようになってからできなかった継続する力がついてきました。やった方が良いと分かっていてもつい後回しにしたり、なかなか動き出せずにとりあえずスマホを触ってただ時間が過ぎてしまうこともありました。ですがたった一つのことを意識するようになってから継続ができるようになりました。継続ができるたった一つのコツ、それは目的を先に置くことです。何かを続けるには気合や根性で続かないことでも、何のためにやるのかを明確にすることで続けられるようになりました。例えば片付けも散らかってるから仕方なく片付けるではなく、自分がこう生きたい、こうありたい、そのために整えると考える方が圧倒的に行動がしやすくなると感じています。片付けたいのに片付けられないとか、痩せたいのに痩せないとか言いがちな場合は、目的を先に置いていないことが多いです。片付ける目的を明確にしてしまうと、前向きに片付けやダイエットに継続して取り組むことができると思います。ここからは実際に私が目的を先に置くことで習慣化できた3つのことをご紹介します。継続できた目的習慣1つ目、健康への投資。私は子育ての終わりが近づいてきた今、80代でも海外旅行、死ぬまで自分の足で歩くという目的を先に置いています。目的を先に置くことで理想の姿や理想の在り方を思い描き、やるメリットを感じながら楽しく継続ができるようになりました。80代になっても夫と海外旅行に行きたいという未来の理想があることで、走ることや筋トレをすることに対して前向きに楽しく継続ができています。何より毎日の習慣はすべて未来の自分への投資になると感じています。40代になってから腰の痛みや疲れやすさを感じるようになったり、健康診断で初めて健康観察の注意を受けたことや、日頃から低血糖を繰り返していたこともあり、健康のためには土台そのものを変えなければと思うようになりました。私が体質改善のためにやったことは、軽い筋トレ、ランニング、甘いドリンクやお菓子を控えることです。健康イコールヘルシーな食事とか野菜を摂ることと思っていましたが、基礎代謝の向上や筋力を保つにはタンパク質が必須です。過去の私のようにタンパク質は筋肉をつけるためと思っている人もいるかもしれませんが、髪や爪の多くはタンパク質で構成されているので、美容にもタンパク質は必須です。子育て中は忙しくてつい炭水化物中心になってしまう我が家でもタンパク質が不足しがちです。プロテインってそもそもがっつり筋トレしている人や意識高い系の人が飲むものだと思っていませんか？私は思っていたので、私なんかが飲むものではないと思っていましたが、アラフィフの私こそ飲むべきではと思うようになりました。私は日頃からプロテインで不足しがちなタンパク質を補うようにしているのですが、ビューフィットさんのソイプロテインは甘いものが好きな私にとってはご褒美のようなプロテインです。人工甘味料、保存料、着色料など余計なものは一切使用していないミニマルな設計のプロテインで、水谷隼さんをはじめとしたトップアスリートの方も愛飲しているので安心感があります。ソイプロテインはホエイプロテインより胃に負担が少ない上、甘さも控えめなので血糖値も気にせず美味しく飲めます。個人的には完全栄養食は甘さも欲しい方や一食置き換えをしたい方におすすめで、ソイプロテインは初心者で習慣化したい方やおやつ代わりに置き換えたいという方におすすめです。
私はランニングを1年継続して無理なく甘いものを控えた結果、健康診断の結果が異常なしに戻りました。今回特別に YouFit さんより Amazon と楽天市場で使用できる 5% オフクーポンを発行していただきました。この動画の概要欄に貼っておきますので、このお得な機会にぜひ試してみてください。継続できた目的習慣2つ目、お金の節約。80代でも海外旅行とお伝えしましたが、3年ごとに海外旅行、そして毎年フジロックに行くという目的も先に置いています。雑貨やカフェが好きで、節約、家計簿、貯金、どれも続かなかった私ですが、3年ごとに海外旅行というのは心が躍ります。私は好奇心が先行するタイプなので、目の前に人参がぶら下がっていると頑張れるタイプです。具体的には家計簿をアプリでつける、固定費を見直す、格安SIMに乗り換える、サブスクを見直す、口座を絞って貯まる仕組みを作る、献立を作ってまとめ買いをするなどをしていますが、どれもタスクだけを見たらまるでやる気など湧いてきません。ですが、これも理想を思い描き、目的を先に置くことで継続につながっています。3年ごとに本当に海外旅行に行けるだけのお金が貯められるかは正直わかりません。ですが、3年後と決めるだけで、来ることのないいつかをやめて、今の行動を前向きに変えていくことができます。楽しみな目的を先に置くことで、楽しくない節約が楽しくなります。最近、ポイントが貯まったらパパとクレープを食べるんだとか、ポイントはガソリン入れるのに使うといった話を娘にしたのですが、それは楽しいのと聞かれました。これから夢の職業を目的に置いている娘にとってはつまらなそうに見えるかもしれませんが、3年ごとに海外旅行という目的を先に置いている私にとっては、今はお金を使うよりも旅行貯金や積立 NISA をする方が圧倒的に楽しいです。継続できた目的習慣3つ目、コツコツと積み上げること。もともと私は何かをコツコツ積み上げることは苦手なタイプです。飽きっぽくて長続きしないタイプですが、生きているうちに恩返しをすることも目的に置いています。死ぬまでに恩返しではなく、今からできる恩返しをしたいと思っています。自分のために継続して行動や改善をすることは難しいですが、恩返しをしようと思うと、今よりもう少しお金を稼いで何かできる自分になりたいと思い、コツコツ積み上げられるようになりました。何かを買うことが恩返しだとは思いませんが、私がたくさん助けてもらったように、助けが必要な時に助けられるような自分でありたいと思っています。もちろんお金が全てではありませんが、お金があることでできることが確実に増えます。私にとってただお金を稼ぐ、仕事を頑張るということを継続するのは難しいですが、恩返しをする目的を先に置くことでコツコツと積み上げることが前向きに継続できるようになりました。恩返しをするを目的に置くというよりかは、恩返しできる自分を目的に置いているのかもしれません。そういう自分でありたいと思うと、おのずと頑張れるようになりました。いかがでしたか？今回の動画では継続ができるようになったたった一つのコツをお伝えしました。最終的な目的は幸せであることだと思っています。まずは自分にとっての幸せとは何かを考えることが一番大切です。自分にとって幸せな状態を思い描いて目的を先に置けば、どんなことも大抵前向きに継続できるはずです。いつも飽きっぽい私でもマイペースに継続ができるようになったので、
ぜひ取り入れてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。